はようございます。めぐりかみたいちです。今日は牛フィレ肉を使ってステーキ用ポワブルを紹介します。この料理ですけども、肉を焼いた後そのままフライパンを使ってソースを仕上げていきます。それではステーキ用ポワブル一緒に作っていきましょう。まず最初に用意するのはミニョネットです。粗く潰した黒胡椒を用意します。必要な器具ですけども、ざるとあとピロンとモフチェになります。黒胡椒丸のままをモフチェに入れてピロンでこのように潰していきます。この時あまり潰しすぎると細かくなってしまいますので、ある程度いいところでやめてください。潰し終わったら細かいざるにあげて、パウダー状になっている黒胡椒をふるいにかけて落とします。このようにいい感じに潰れています。よく見て潰れてない丸のままの胡椒があればそれだけ取ってまた潰してください。続いて一人前に切ったフィレを用意します。このように結構分厚めですね。それを上から押して平らにしていきます。今回はフィッセルはしません。そして片面表になる方の面に先ほどのミニョネットをきっちりとつけます。また牛フィレ肉の掃除の仕方などは他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。続いて汗染めしていきます。この時ポイントですけども、胡椒のついている方には塩をしないでください。塩をしてしまうと水分が出てきて胡椒が肉についたままになりません。それでは粗く潰した黒胡椒ミニョネットをつけた牛フィレ肉を焼いていきます。温めたフライパンにエプルシェしたニンニクを入れてオリーブオイルを入れます。そして温度が上がってきたら胡椒のついている方、ミニョネットがついている面から焼いていきます。焼き出したら牛フィレ自体はあまり動かさないようにしてください。あまり動かしすぎると黒胡椒が外れてきます。ですのでこのようにじっくりと温かい油、熱い油を上からかけて火を入れていきます。この時ニンニクは焦げないように気をつけてください。このように油をかけてアロゼしながらゆっくりと火を入れていきます。ここでスパチュールですね、ヘラを使ってひっくり返します。このように黒胡椒きっちりと焼けて美味しそうに仕上がっています。こんだけ黒胡椒がついていると辛いと思うかもしれませんけども、ここできっちりと黒胡椒を焼き切ったことによってそこまで胡椒辛くなりません。ちょうど香ばしい美味しい黒胡椒の味が引き立ちます。最後ここでバターを入れてクイッションを仕上げていきます。このようにムース状になったバターを上からかけながら火を入れていきます。こうすることによって下から火が入りつつ、熱い油を上からかけることによって上からも火が入ってきます。この焼いている最中ですけども、黒胡椒が焼ける香ばしい香りがして非常に美味しそうな香りがしてきました。もうすぐ肉に火が入ります。その間にソースに使うエシャロットをしずれしています。いい感じに火が入ったので、ここで網の引いてあるプラックに引き上げてロポゼゆっくりと休ませます。休ませている間にソースを釣っていきます。しずれにしたエシャロットを同じフライパンに入れてまず火を入れていきます。エシャロットにきっちり火が入ったらここでコニャックを入れます。コニャックを入れたらアルコール分を飛ばします。もちろんここ火をつけずにきっちりとアルコール分を飛ばしてください。火をつけてしまうとエシャロットなどが焦げて苦みが入ってしまいます。アルコール分が飛んだところでここでフォンドボーを入れます。またフォンドボーの取り方は動画がありますのでそちらを参考にしてください。フォンドボーを入れた後はこのままいい濃度になるまで煮詰めていきます。
いい濃度まで煮詰まったら味を見て美味しければこれで完成になります。それでは盛り付けする前に最後ソースを仕上げていきます。いい感じまで煮詰まって美味しく仕上がったソースに最後クリームを入れてきっちり混ぜずにマーブル状のままソースをお皿に盛り付けていきます。今回使っているクリームはクレームイージーニを使っています。温かいお皿にソースを盛り付けていきます。最後に先ほどロポゼ休ませておいた牛フィレを置いて完成になります。最後仕上げに上からフルーセルをかけます。これでステーキオポアブルの完成です。今回は牛フィレ肉を使いましたけども、サーロインやリブロースなどを使っても美味しいです。もちろん和牛を使っても美味しいと思います。和牛の甘みのある油と黒胡椒のスパイシーな感じが非常にマッチしていいと思います。フライパン一つでソースまでできますので、ぜひ作ってみてください。このように火加減も私好みのセニャンになっています。非常に美味しかったです。ぜひ作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。